にちは。キクチャンネルです。ですね、今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、僕が勝手に選ぶ、面白かった戦争映画なんつうのをちょっと話してみたいと思います。皆さんもね、ステイホームの期間中、結構映画見たんじゃないでしょうか。僕もね、いろいろ、TSUTAYAにも通いましたし、Amazon プライムでも見たりしましたね。で、今日はですね、そんな中でベスト5をですね、お話していきたいと思います。で、今日はね、ちょっと場外からですね、ドキュメンタリー監督の大島さんにもちょっと参加していただいて、ちゃちゃ入れてもらいたいと思います。どうですか、大島さん。ものすごい期待してます。って感じでゆるくいきたいと思います。第5位、じゃじゃん、プラトーン。はい、これはどうですかね。特にですね、僕が、中学生ぐらいの時にちょっとね、ベトナム戦争ブームっていうのがありまして、プラトーンとかですね、ハンバーガーヒルとかですね、ちょっと遡るとフルメタルジャケットがあったりとかですね、あともっと遡って地獄の黙示録なんかあったりするんですけど、その中でちょっとプラトーンはですね、僕にとってはいい作品だったりするんですけど、どうです？どこのシーンが一番覚えてます？やっぱりですね、あの人名前何でしたっけ？エリアス。はい、主役がですね、チャーリー・シーンですね。当然なんですけど、若くてイケメンでかっこよくてですね、ちょっとお父さんにもやっぱり似てるなっていう感じはするんですけれども、このね、チャーリー・シーンが、説明するとですね、ベトナム戦争映画なんです。はい。ポスター、パッケージにもなってるですね、エリアスが撃たれてですね、最後、手を挙げてるあのシーンですね。あれはやっぱ良かったですよね。あれに至るのも、実はその、バーンズと確執がずっと描かれてて、言うなればそのバーンズの謀略に乗ってしまって、彼はああいう形で、ヘリに乗り遅れて、命を落とすことになるんですけれども、そこのシーンがですね、やっぱなかなか、ちょっとグッとくるようなもんでしたね。どうですか？どうでした？いや、もう同じシーンですね。そうですか。はい。やっぱりね、ベトナム戦争っていうと、マニアックな話をしますと、ヘリコプターが初めてこう実戦投入されてですね、大活躍したっていうところなんですけれども、地獄の黙示録なんかではですね、UH-1 が攻撃するシーンでですね、ワルキューレの飛行が流れた印象的なシーンがあるんですけれども、ああいう感じでですね、ベトナム戦争イコールヘリコプターが活躍するっていうイメージを割と植え付けられてるところもあったりしてですね、僕は最後のエリアスが最後、手を挙げて、でそれをこう、UH-1 が回り込むようなっていうシーンはなんかね、やっぱりそのいわゆるそのヘリを使った戦闘っていう意味でも僕にとってはちょっと印象的なシーンになっておりました。続きましてですね、4位。はい、4位はですね、じゃじゃーん、アメリカンスナイパー。ちょっと新しめですね。この映画はですね、特殊部隊がしっかり描かれてるかなというふうに思いました。クリス・カエルさんっていうですね、実際の人物の自叙伝にのっとった、話になってます。で、彼がですね、特殊部隊のスナイパーとして、いろんな戦いで活躍をしていくわけですね。でそんな中でですね、ちょっと心を病んでしまったりとか、それでもやっぱり家族を愛している、ね、国に帰れば家族がいて、家族と時間を過ごす、でまた戦場に行くなんていうシーンが結構印象的でしたね。アメリカンスナイパーはどこが一番印象的なんですか？印象的なシーンは、彼が、実際に戦場に行ってですね、奥さんに電話するシーンがあるんですよ。でそのね、電話中に交戦状態になってしまって、で奥さんは電話口からですね、そのドンパチ聞こえてくるわ、怒号が聞こえてくるわで、もうびっくりしてパニックになっちゃうってシーンがあったんですけど、ちょっとね、それはね、僕もやっぱ戦争ってこういうもんなんだなっていうちょっと恐怖を覚えたシーンでしたね。あとですね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、ネタバレになっちゃうんだけど、ラストのエンディングももう涙です。これはちょっと見てほしいんで、詳しくは語りませんけれども、ちょっとね、最後も良かったです。はい。あとですね、もう一つ、イラク軍のスナイパーとやり合うというかですね、そういったシーンもあったりするんで、そこもね、ちょっと面白かったですね。
ちなみに菊池さんは取材中に奥さんに電話とかするんですか？いやそれはしますよ。僕も愛妻家ですからそれはしますよ。はいはい。でこれ特殊部隊シールズなんです。シールズ、あ、そうだ言わせた、海軍特殊部隊のシールズです。はい。シールズは撮影されたことあるんですか？シールズはやっぱなかなかないんですけど、目撃したことは何度かあります。でもやっぱりなかなかね綺麗に撮影できてないんでね、ちょっと僕も米軍の特殊部隊ね、シールズに限らずデルタとかですね、撮ってみたいなとは思っております。はい。第3位、洋島からの手紙です。はい。ちょっと意外だったりします？僕はねやっぱりねこの作品が結構ね衝撃的だったんですよ。何が衝撃的だったかっていうと、こんな素晴らしい映画がなんで日本人の手で撮れなかったのかなと。いやもちろんねクリント・イーストウッドだからできたっていうのはねすごくよくわかるんですけど、ぜひね日本人の手で撮ってほしかった。でもね彼が撮ったからこそ、割と中立な目で日本兵も見てもらえたっていうのはねちょっと良かったですね。で僕もねこの映画を、見た後に硫黄島も行きましたけれどもね、やっぱりね改めてすり鉢山の戦いですね。すり鉢山僕も登りました。やっぱりね砲撃戦で山の形が変わってるんですよね。そういった着上陸船の過酷さっていうのもすごく描かれてた作品だったと思います。前に聞いたことあるんですけど、はいはいはい、洋島取材で、とっても怖い面があったっていう。そうなんですよ。ですね、硫黄島のね、砂浜の砂はね、持ち帰っちゃいけないっていう風に、僕も海事の人に言われてたんですよ。で、なぜならば、やはり当時ね、そこで亡くなった日米の英霊のですね、御霊を持ち帰ってしまうからだっていう風に言われてて、で、僕もね、だからそういう意味で、記念としてやっぱりね、そういうのはもう持って帰っちゃいけないだろうという風に思っていたんで、ビーチに行きましたけれども、持って帰んなかったんですよね。で、その日ね、僕ね、実はこの硫黄島に行ったのは、米海兵隊の C130 で、現地に行ったんです。嘉手納基地からですね。で、帰りにまた嘉手納基地に戻ってきてですね、その日の夜は僕、沖縄に一泊したんですよね。沖縄のホテルに。で、ホテルでもう疲れちゃってですね、すぐに寝込んでしまったんですけども、夜ですね、深夜1時2時ぐらいですかね、なんかね壁をドドドドドドンって叩く音が聞こえてきて、なんだろうなんて思って、でその叩く音がもう壁の周囲なんですよ。周囲を叩いてるような音がしてきて、と思って目を覚ましたら金縛りにあったんですよね。で僕としてもですね、これはもう間違いなく日米英霊の方を連れてきてしまったんだと思ってですね、でもその英霊の方をですねお化けだ帰れっていうのもちょっと失礼な話なんで、いやもうお疲れ様でしたと、英霊の皆さんお疲れ様でした、でもですね出ていただくなら一言事前に声をかけていただければですね、こちらもその準備をするんですけども、突然出てこられましてもちょっと怖いのでぜひ今晩お引き取りくださいということでですね、丁重にお断りしたらですね、ふっと金縛りも解かれてですね、よかったよかったなんて思ったんですよね。でなんでその日僕は金縛りにあったのかなと思ったらですね、僕のねブーツの左側のブーツのソールの部分に穴が開いててですね、実は朝履こうとしたらそこから砂がザーって出てきたっていう嘘のような本当の話がありまして、やっぱりねああいうところの砂とか石とかですね、やっぱ持って帰ってきちゃいけないんだなっていうのを身をもって知った次第でございました。はい。とにかく作品としてもすごくいい作品でしたね。これもねネタバレになっちゃうんでどこまで言っていいかとかあるんですけど、やっぱりね二宮君の演技がやっぱすごく素晴らしく良くてですね、嵐のファンじゃなくてもですね、もう本当に楽しめるってあれですね、なんですかね、彼が好きになるような作品でしたね。はい。結構クリント・イーストウッド氏が、そうか、そうでしたね。クリント・イーストウッドなんでやっぱ対策取りますね、いい作品をね。僕自身もね彼のファンでもあるんです、クリント・イーストウッドはね。でもねやっぱりね、たまたまでもね。はい。第2位プライベート・ライアン。はい。これも当然だろうと、むしろ1位2位じゃないのなんていう人も多いかもしれません。この映画のもう冒頭30分
の熾烈な戦いと描写ですよね。これに勝る映画は出てませんね。でもうこれももうなんとももうなんていうか、もう本当に痛いオープニングだったんじゃないですか。監督どうですか？音響が音響、特にですね上陸終底から、どんどん上陸して、僕もねオマハビーチとか行きました。で上陸ノルマンディー上陸作戦の、戦績っていうのはいくつか巡ったんですけれども、今もね実はね当時の砲弾跡が残ってたりとか、もうまさにこの映画のまんまをねビーチは残してたりするんですけど、当時こんな過酷だったのか、過酷な戦いがあったのかっていうのはね改めて知るいい作品になったと思います。この作品はですねやっぱり主役のトム・ハンクスなんかね、彼の演技はもう定評なんです。彼が演技うまいのは当たり前なんですけど、当時はねまだそれほど有名じゃなくてですね、後にワイルドスピードでとかですね、大ヒットするバンディーゼルが出ています。そういった感じでですね、彼の演技もなかなか良くてですね、僕はね彼のファンになったのはこの作品からなんですけれども、そういった意味でですねちょっとねそういった目でも見れる映画でしたね。はい。やっぱり印象的なシーンはその上陸演習の話になっちゃうんですけど、実はねでもこの作品のオープニングでいわゆるそのエンディングまで続くですね戦争の過酷さをっていうか悲劇を伝える作品っていうのが実はそのオープニングの直後なんですけども、このライアン兄弟が亡くなったっていう知らせをですね、家族に、伝える役割があるんですよ。でそれをですねタイプライターで打っていくおばさんがいるんですよね。多分雇われているおばさんが発見するんですよ、偶然。あれ、私ライアンさんに手紙打ったな、あれでよく考えたら昨日だか一昨日に打ったわねっていうことで、あるおばさんが気づいてですね資料を調べていくと。で調べていく上でまさに同じだ、これは兄弟に違いないっていうことで、ご遺族に伝えるような係の人がこの発見して、でそれをお母さんに伝えるまでのプロセスっていうのがわずか数分なんですけど、僕にとってはですねそこになんかこの話の根っこがあるような気がしてですね、で最後そのお母さんが、亡くなりましたって知らせを、受ける前ですね、もう牧師さんが車から降りてきたところで腰砕けになってしまって悲しみに暮れるシーンっていうのが僕すごく印象的でして、改めて戦争の悲劇を伝えるっていうのはもうこの前半部分に特に濃縮されてんじゃないかなと思ってます。オハマビーチに行かれた時ブーツに穴は開いてなかったはい、ブーツに穴は開いてなかったんですけど、ただね僕実はその頃、そういう史跡とか戦跡に行って砂を持ち帰ったりしてたんです、実は。で実はオマハも持って帰ってたんですけどね。でもねすぐにその硫黄島の前にですねちゃんとこういうのは良くないなっていうことでやめました。はい第1位、はい、第1位はですねブラックホークダウンですね。やっぱりでしょ。多分僕のフォロワーの方々の多くはこの作品を選ぶんじゃないかなと。僕もね例えば戦争映画って第二次世界大戦ものが好きって方もいらっしゃるし、近代戦のものが好きって方もいらっしゃるし、逆にバトルシップとかちょっと SF が混ざったような、ものが好きって方もいらっしゃると思うんですよ。でもねやっぱりね僕はねちょっとブラックホークダウンをと通しますね。これはもう説明はいらないですね。ソマリアの悲劇ですね。モガディシオの実際に起きたですね過酷な米兵が多くが亡くなって負傷するという実際の、戦闘を描いた作品なんですけども、痛い、終始痛い辛い作品ですよね。で、特殊部隊がいっぱい出てくるし、今のアメリカの戦い方っていうのがすごく勉強になるんですよね。そういった意味ではファンも多い作品です。はい、特にブラックホークダウンね、ブラックホークっていう、機体がヘリコプターが落っこちるっていう、タイトル通りなんですけど、パイロットの方がですね最後生き残ってしまうんですが、もうなすすべないと。で、助けに来てくれた特殊部隊もあとは頑張れって言って肩叩いて終わって、でその中で一人で戦うっていうシーンも衝撃的でしたし、なんといってもですねやっぱりその市街地戦闘っていう
囲まれた閉鎖空間で戦うっていう、その恐怖となんて言えばいいんですかね、その悲惨さをうまく描いた2時間ちょっとで描いた作品じゃないかなと僕は思っております。で菊さんはU60人のこれを思い出すんですよ。僕もねこれを乗って思い出して、で特に思うのがその RPG って声を掛け合ってその RPG7 をバッてかわすシーンがあって、あれ本当にできるのかなと思ってパイロットに聞いたんですよ。60のパイロットに聞いたら、まあ多分できると思うと。やっぱ撃つ前にピカッて光った時に機体をずらすような動作をするかもしれないと。その逃げられるか逃げれないか別としてということで、まあそういった意味でもね実際描いた作品ですね。はい、僕もねアフリカは何度か行きますし、大体ああいう街並みなんですよ、アフリカ。特にジプチは僕もよく行くんですけど、まあ、ジプチの街もああいう街並みで、あそこタクシーで走るとですね、なんかビルの上から RPG7 で狙われてんじゃないかななんていうふうにふって見てしまったりするわけないんですけど、まあそんなイメージですね。米兵と、特殊部隊が好きなんだね。まあ結果ねそういうことですよ。やっぱりね特殊部隊萌えですね。やっぱ米軍ですね。いやそんなこともなくて、例えばウルトラ変化球で蛍の墓とかちょっとね候補で考えたんですよ。なんでそれあと、なんだっけ、この世界の片隅でこの世界の片隅に、はい、あれもね、まあいい作品だったんですけど、ちょっとねまあ少し系統違うでしょ、これに入れるタイトル覚えてなかったね。そうそうそう、T34 なんかも良かったでしょ、見たでしょ、よかったでしょ。だからねちょっとね戦車ものは戦車もんでまた今度また別にお話はしたいと思いますし、で地獄の黙示録だってこれ1個でねもう10分以上語れるので、それもまたあるので、またちょっと形を変えて今日はねざっと戦争映画を語る、第5位菊池が選ぶベスト5ということで発表させていただきました。なんでトップガン入ってないの？トップガンはねいやもう入れたかったんですよ。入れたかったんですけど入らないでしょ、この中で入れるとしたらどこに入れるかって話で。でトップガンはやっぱりね僕も中学生の時見たんで、まあ、トム・クルーズがかっこよかったし、米海軍に憧れて空母にも憧れて、僕はね、空母の取材を、96年に初めてするんですけど、やっぱずっとトップガンですよね、頭の中音楽が流れてて、ああいうイメージがあったりもしたぐらい僕にも影響は与えてくれた映画ではあるんですけど、まあ、今回もう入れません。もうベスト10までやったら入れました。はい。ブラックホークダウン一番印象に残ってるシーンは僕ね、はい、ブラックホークダウンの一番印象に残ってるシーンは最後に特殊部隊が、まあ、ビルにこうもうほぼ、閉じ込められたような感じで戦ってた特殊部隊を、ハマーの中隊が助けに行くんですよ。でその中隊長が、銃弾が飛び交う中降りてってで、タクシー待ってるって聞いたんだけどっていう風なちょっと軽口を叩くシーンがあるんですけど、そこがねめちゃくちゃかっこよかったんでまあ史実あったかどうか知りませんけど僕は好きなシーンです。そこいやそんなこと言ったらもう一つ言わして、もう一つはねその米兵がボロボロになった米兵を助けに行くのがパキスタン軍の、装甲車が助けに行くんですけど、これもねなんかやっぱり面白くないですか。やっぱり今の紛争を表してて、まあ、実際、まあ、そうだったらしいんですけど、そういうふうにですねやっぱり今の多国籍軍になった時っていうのは割とその米軍以外の部隊いろんな部隊がいるっていうのが改めて映画のエンディングでそれを知ったかなというところがありますね。お茶の話。そうそうそう。でその命からがらね、そのパキスタン軍の M113 でしたかね、その装甲車で、みんなでこう最後安全な地域まで行くんですけれども、そこで最後にですね、お水をこう出されるシーンがあるじゃないですか。でもうあんな命からがらもう血かいて汗かいてのみんながきょとんとした顔でその水を受け取るっていう最後のエンディングもなんかちょっと現実と非現実な感じがすごく描かれてて僕は好きでした。はい、というわけでして、今回は、ちょっといつもと感じの違う、僕が選ぶ戦争映画ベスト5を話させていただきました。
ちょっとね、これまた今後、やっていきたいんでですね、ぜひね、コメント欄にですね、俺はこの映画が好きだっていうのをバンバン押してください。で、それを見ながら、またちょっと話す機会なんかあってもいいかななんて思ってます。というわけで、今日はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。地獄の目標が入って